たった今、日本の企業が 1.2 兆円を海外に投資するという衝撃ニュースが飛び込んできたのだ。でもそれが何を意味するかは、日本の電気代に直結しているのだ。ずんだもん、それって本当に日本人の生活に関係あるんですか？フランスの話なのに、どうして電気代が上がるんですか？今日の話を整理すると、ソフトバンクのこの決断は、実は米国と中国と EU の三つどもえの AI 戦争の縮図なのだ。そして日本は完全に周回遅れなのだ。まずは事実から、ソフトバンクの孫正義がフランスに最大75億ユーロ、つまり日本円で 1.2 兆円の AI インフラ投資を発表したのだ。これはソフトバンクがヨーロッパで行う過去最大の投資規模なのだ。計画の第1段階では45億ユーロを投じて、フランス北部の3つの地域に合計 3.1 ギガワットの AI データセンター能力を2031年までに構築するのだ。ギガワットというのは火力発電車1機分くらいの電力規模をイメージしてほしいのだ。ちょっと待ってください。なぜフランスなんですか？アメリカとか中国ではなく？いい質問なのだ。答えは、フランスには AI データセンターが必要とする大量の電力を供給できる核の秘密兵器があるからなのだ。フランスの電力の 70% 以上が原子力発電なのだ。 AI は電気を食い尽くす。だからマクロン大統領が孫正義に直接働きかけたのだ。フランスのマクロン大統領はソブリン AI という戦略を掲げているのだ。つまり米国とも中国とも独立したヨーロッパ独自の AI 技術圏を作ろうというわけなのだ。孫正義のこの投資はまさにその戦略にピタリと合致したのだ。一方米国はどうか。トランプ政権下でオープン AI、オラクル、アラブ首長国連邦の MGX がスターゲートという5000億ドルのプロジェクトに動いているのだ。米国本土に10ギガワットのデータセンターを作る。これはフランスの投資規模の7倍以上なのだ。中国はどうしてるんですか？同じくらい大きな投資をしているんですか？中国も同様なのだ。実は中国のアリババ、テンセントなども莫大な AI インフラ投資を続けているのだ。でも中国は国内に秘密裏に建設しているから、外部には詳細が出てこないのだ。推定では米国と同等かそれ以上のギガワット規模を目指しているのだ。つまり米国がゾウなら中国もゾウ、 EU は猫か中型犬ぐらいの規模ってことですか？その通りなのだ。でもここで重大な問題がある。これらの AI データセンターに供給する電力をめぐる奪い合いが始まっているのだ。 EU の電気代が今後3年で15、40% 上昇する可能性があるのだ。そして日本はどうか。日本の企業は AI 覇権争いから3年遅れているのだ。ソフトバンクがフランスに投資できるのは孫正義個人の野心と日本の銀行が巨額融資に応じるからなのだ。でも日本国内での AI インフラ投資は規制と電力不足で完全に停滞しているのだ。規制と電力不足って具体的には何ですか？日本にもデータセンターってありますよね。ある。でも日本の規制は異常に厳しいのだ。新しいデータセンター建設には3年以上の環境評価と近隣同意が必要なのだ。米国なら数ヶ月で進む案件が日本では3年かかるのだ。その間に世界中の AI 企業は中国やヨーロッパに流れていくのだ。そして電力だ。 AI データセンターは原子力や大規模火力発電の安定供給を必要とする。日本は原発の再稼働が遅れ、火力発電も老朽化している。だから日本のデータセンター企業は電力不足で身動きが取れないのだ。待ってください。そしたら日本はずっとこのままなんですか？何もできないんですか？実は日本人の生活に直結する問題がもう一つあるのだ。もし欧米の AI 企業が日本でインフラ投資をしなくなったら、日本の電気代はどうなると思うのだ？ AI の学習や実行を海外に依存することになるのだ。つまりトレーニング費用や利用料金が日本人の負担になるのだ。具体的にはチャット GPT の利用料金はすでに年中 15% のペースで上昇中なのだ。日本の企業や個人がこの高い料金を払い続けると、製造業の競争力が低下するのだ。給料は上がらず AI 利用費は増える。そうなるのだ。つまり冒頭の 1.2 兆円の投資というのは、
単なるソフトバンクの事業ニュースではなく、日本が世界の AI 競争で周回遅れになっているシグナルなのだ。電気代が上がるのはこの構造的な遅れから来ているのだ。では、日本はもう手遅れなんですか？何か対策はあるんですか？実は日本にも3つの道があるのだ。1つ目は原発の早期再稼働とエネルギー供給の大幅強化。2つ目は規制の緊急撤廃。3つ目は日本企業が AI 企業との共同開発に踏み切ることなのだ。ソフトバンクがフランスでやるように日本も主体的に動く必要があるのだ。つまり、ずんだもん、今日の 1.2 兆円のニュースは、日本も動く時間が残りわずかだ、という警告なんですね。その通りなのだ。欧米の大企業が次々と AI 投資を加速させている今、日本が規制撤廃と電力確保を同時進行できなければ、あと3年で日本企業は本当に完全に取り残されるのだ。給料が上がらず、AI 利用料は上がる。そんな悪循環が固定化されるのだ。明日はこの AI 戦争でトランプ政権がどう動いているか、その最新情報をお伝えするのだ。スターゲート計画の実行ペースと、米国がどう日本を取り込もうとしているのか、その戦略を解き明かすのだ。チャンネル登録で明日の解説を見逃さないでほしいのだ。海外ニュースを日本の生活で読み解く、ずんだもん海外ニュースなのだ。また明日、なのだ。